はい、というわけで、はい、アドビーツスタートということで、まずはガンヘッドさんからいきたいと思います。会場はこちらレッドブルスタジオと、はい、解説委員の岡田パークゴルフとして私も見守っておりますのでね、はい、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。はい、それではまずは、はい、ガンヘッドさんから、はい、ハードオフビーツ、はい、スタートいたしました。はい、始まりました。ね。まず1人目の始まりました。ガンヘッドさんのね、はい、制作がアドビーツが始まりましたね。徹夜明けのもうね、今密室でもうスタートしてます。完全に1人になってます。1人の状態でね。あ、解説はよければ真ん中に。うわいきなり結構、うわブレンドや大ネタからいきますね。やべえって顔してますね。これゲットローのブレンドですね。ゲットローとレゲエのいきなりこう危ういレコード出ましてね。お、もう取れましたね今ね。いいスネアが。はい。おお。あ、これあれや。ファンキードラマですね。いいですね。幸先のいい。はい。あ、これはサブベースがね、サブベースが取れます。早いですね。しかしもうガンガンさらっていきますよ。このレコードはあれですね、バウンティーキラーって書いてた、まあレゲエの。はい。おお。もうガンガン使いの素材の方向。ね、あと結構反ってますねレコードがね。しかしこの外から見るスタイルすごいですね。なかなかね提案しておいてですけど、なかなか過酷なんじゃないですかこれは。でもいいですね、やっぱアドフビーツっていうか、この企画やったら大体みんなこうビートになるというか、はいはい、オーセンティックなヒップホップにみんななりがちなんで。そうですね。別やばいすげえブレンド、パーティーブレイクじゃないですか、すごいですね。あ、もうでも1枚あげましたね。いやまあでも、はい、十分じゃないですか、あんだけやったら。あ、出た、カオマのランバダ。あ、行かないランバダ行かずで高中ちゃんと放送してあるとまたこれタイムロスですね。なかなかねこれなかなか開かない。これは絶対ありますよね。まあもうこの2枚でまあ形はほらもう、もうこれでできたもん。もうできたようなもんですよこれで。おい、結構始まる。これはもうバッチリですよ。本日はレッドブルスタジオのご協力によってできておりますのでね、ぜひ皆さんもねレッドブルを飲みながら行きたいな。もう飲んでますよ。いただきます。いただきます。いや、やっぱ高中、さっきやっぱドラの音とかね、こう素材としてありがたいですよね。本当結構もう見えましたね。もうどうなんですかね。でもいい感じのループですね。ギターがやっぱインストのアルバムだからもうね結構使いのもんがまあそれは多いよねっていう。さっきのストリングスのトゥルルルルとかすごい素材っぽいって言うとあれですけど、すごい曲ですねこれ。おー、いいですね今の。ガンさんはレコード5枚ぐらいじゃないですか。5枚ぐらいやったんで、そう結構高めのチョイスだったんですよね。やっぱこう向き合う時間がないんで1時間だと。あれだってもう何分ぐらい経ちました？もうね結構な時間経ってますよ。5分、5分ぐらいは経ってますね。これでまだ5分ぐらいか、はい、なんかそう考えたらめっちゃこのアルバムいいな。はい。純粋にね。そもそもこのアルバムめっちゃ良さそう。やっぱサンプリングってやっぱ集中して聴くから、こういう元の版の良さに気づくっていう機会でもねありますよね。こういうあつらえたコメントみたいなのも全然言っていただいて大丈夫。うん、そうね。はい。あ、これめっちゃね。何これ、いいレコードじゃないですか。これめっちゃいいレコードじゃない。僕めっちゃ欲しいんですけど。後で買い取ります。100円で売ってもらいましょう。今のやつめっちゃ良かったな。曲として良かったし、なんか打ち込みすごい好き。ランバダいいですね。ランバダ33回転。これは
これが45で。リズム狙いでいった割には0秒目からガッ今取れましたね。ガガンガガン。今多分こうパーカッションだけねえかなみたいな気持ちなんですよ。溝見てますね。でもないんでしょうねきっとね。多分ねこういうのはないでしょうね。一応このレコードを買わない人に解説すると、溝を見るっていうのはそうですね。楽器が少ないと溝が薄くなるんで、こう見るとドラムがこうだけになってるとことかはね、見ると薄くなってるんで。でもドラムだけじゃなくて普通になんていうんですか、歌だけだったりもするとかね、まあまあちょっとこう音の密度が下がると上がると溝がこう太くなって見えるっていうのがあります。ベストオブカール・スミス。むずいっすね。なんかいやでもこういうのが結構最後に結構ピッチ合わせやすい素材はやっぱ楽器だけのね。そうなんですよね。どうなんですかね。あと単音でサンプルして弾くっていう手もありますよね。そうですよ、もちろんこれは割とだから関西編ではその手法が多用された気がしますね。時間かかりそうだね、それやると。ありますね。ラストシティ100円の時の桑名店でのなんかこれはあれじゃないですか。しかもロールの音が取りたかったみたいな。10インチそこ取るんや。筆頭ね。でんっていう。なんか上等種。これヒップホップできますよ。でんって。これでいくんじゃないですか、もしかして。このネタで。はい。ガンさんらしいというかガンさんらしい。なんかできそうですね、それマジで。でもこのレコードでいく気がするんですよね、見てたら。なんかあんまこう爽やかなああいうカッティングとかを使いそうじゃないという、なんか大阪編の人らの曲をみんなで聴いてて、やっぱこう展開力みたいなのがこう問われてますね。本当に。あとはこればっかりは結構ネタの運というかありますからね、展開できるかは。そう得意でしょ。展開得意でしょ。いやね、展開といえば展開といえばですか。もう撮り終わりました。制作に組に入りましたね。でもいいペースだ。やっぱ15分ちょいで撮り終わって、そうですね。こっから20分ぐらいで骨ができるみたいのが理想なんじゃないですかね。でもほんま骨だけやったら早い人10分ぐらいでできますからね。そうですね。あとでもこれ素材の切り出し結構時間かかるな。よく考えたら。そう考えたらやっぱ無駄に取ると大変ですね。そう無駄かどうかわかんないんですけど。でも使うやつを決めへんと。限りなくやっぱ使うに近いものじゃないと。とりあえずこうパッドに入れようみたいな作業が2分3分ずつぐらいかかるから、そこら辺がやっぱね手むずが鮮やかやったんですよね。取ったやつはマジで全部使い。いやこれ面白いな。やっぱビフォーアフターずるい。これやっぱ面白いわ。でもドラの音で始まって。かすかね。これ確実にめっちゃいい。これもう単純に自分のライブラリに加えたいドラの音っすね。いいドラですね。こうチャイニーズドラムのいいサンプルってないんですよね。仕事とかでこういる時あるじゃないですか。結構そういうの。爆発音とドラ合わせてこう終わるみたいな。爆発音あんねんけどな。なんかこうフレーズなんやろな。あとこの入れたサンプルをしみじみ聴いてる時の感じ。なんかね、あるある。やっぱ捨てるって作業が一番大事ですからね。そうですね。どれ選ぶっていう。やっぱいいっすね。ランバだっていいっすね。楽しくなる。出足が早いですね。でもトップスピード。ブーンってなるもんね。そう。すぐ踊れる。かけたらすぐ踊れるっていう。バーンのとことか。ね、そう。でリリースっていうかね、サステン絞ってサンプラーでバンってババンができますもんね。ババンがやっぱ多いのがこれはネックというか、こうまた違う技能を試されてる感じするの。こうどれを選ぶっていう。買う時は限られてるから買わなっていう。そう買ったらで1時間っていう。昨日なんかこのレコードを
どんなん買ったっけと見てて、俺買いすぎじゃないと思って、これ1時間あってこれ全部聞けへんっていうか、聞いてるだけで時間が、もう先にだからね、もう45キングみたいに割ればいいんですよ。1枚バーン割ってこれは今何をしてるとこですかね。今多分頭出し、いや音量見てんのかな、なんか珍しいですね。これ何の作業なんですかね、後で聞いてみます。EQ、 こうやって EQ をやるんや、でも理にはかなってますな。スピーカーで作業してる。そういえばガンさんはやっぱヘッドホンしてないですね。そうですね、やっぱ俺もしないと思うんで。イブオーディオですかね。いいよ。ガンさんはじゃあ一緒、豆腐と一緒。いやガンさんもダブルウーファーの大きいやつですか。横大きの横のやつ。ビフォーアフターなしかな。ビフォーアフター言うなよ。じゃあ何なんですか。いやあれ誰っけ、すげえ有名なの。ピアノが旅する PV の曲。ビフォーアフターですよ。違うよ。ピアノが旅する PV なんですか。ピアノが知らんの、あの曲。超有名。ピアノが旅したらビフォーアフターじゃないですか。なんだピアノが旅したら。ピアノが置ける家になったみたいな。これ結構時間経ちますね。もうすぐ30分。もうすぐ30分。もうすぐ。まだ全然半分いってないですね。結構激しめにいくのかな。この展開なんですか。すごない。すごいこの展開で。いや最近ガンヘッドさん x ジャパンハマってるって言ってたんで。まさかの。そっちのそれ。でもそっち行ったらめっちゃおもろいですよ。いやそれがバンに行くのかなと思いますかね。やっぱラップ入れるとこも入ってほしいですけどね。それもあり。ありですよ。ちなみにじゃあ自分の声を取るのもありなん、これは。まあなんかかっこよければ。かっこよければ。おしゃれならば OK。おしゃれならば OK。今おしゃれならば OK のくだり流れてるんでね、ここら辺でおしゃれならば OK。おしゃれな。でもレッドブルースタジオでこんなのをしてるのはおしゃれですよ、もう完全に。この光景がおしゃれですよ、全てがおしゃれ。遠山さんありがとうございます。ありがとうございます。まだ上ネタが一切入ってきてないですからね。もう30分ですよ。すげえ。ちょっとクオンタイズをもしかしてちょっと倍で。すごい。その感じ。そういうことね。みたいな。これちょっとこう3連符。すごいね。3連符がね。まだどうなるかちょっと開目全然わかんないですね。これとはいえ30分あるんでまだ。いやこれでもやっぱ人のを見ると悩みますね。悩むんですか。いやなんかどうしよっかなみたいな。なんか普通のこうみたいなやるのかみたいな。ちょっとこういうできなさそうなことやる。なんか俺もう決まりましたね。マジで決まりました。素材も聞いてないのに。素材も聞いてないけど決まりましたね。でもあれでしょ PPAP でしょ。PPAP できたらやばいんですけどね。レコードだけの PPAP は。残り30分切ってますね。もう27、8分。一応45分過ぎぐらいですね、僕らの見たら。そうですね。じゃああと25分、もう30分切ってますね。どうするんですかねこれ。そしてもう出来上がってきてますね。これにリズムが乗ってくるんでしょうね。やっぱこうでもこれ見てる人もね、トラックメーカーとか何からでも作れんねんなって思いますよね。あと勉強になるですね。本当に素晴らしい企画ですね。やっぱ人の制作ってなかなか見れないですからね。めっちゃ勉強になるよ。そうなんですよ。今回は俺がやっぱいろんな人のを見る口実になるっていうのがやっぱみんな見たいですよ、やっぱり面白いですよ。激しいですね。やっぱこう X にはまるとこうなる。X にはまるとこうなる。残りもう20分ちょいですよ。もうすぐ3分の1。やっぱ Wii は X 見に行った影響でやっぱこうなったんだ。出てきたから聞きましょう、それね。これでもやっぱ中の人は俺らの聞こえへんのいいな。そうですね。全く聞こえない。ほぼ聞こえてないです、絶対。だって普通に防音なんで。防音だから。で動きは見えんすよ。嫌ですよね。笑われてたですね。なんかすげえ笑ってたですね。ミディコンが弾く感じですかね、これは。すごいちゃんとこう流れを。もうでも映像的な旨味は分かってますね。途中からミディコンを映像的な旨味入れていくという。まだでも20分、言っても20分あるんですね。なんかそう考えると。そうですよ。でもここからの20分が一番大事な個性が出るし試される。いやでもこの時点でもだいぶこうサンプルの取り方とか見てても思いますけど、早かったっすね、取り。
あれ反応してないですかね。あ、来ましたね。一応今回は、サンプリングしかしちゃダメですけど、キー合わせのためにピアノ等を使うのは OK と。仮で弾くのは OK ですという。あとキー見たい時にね、鍵盤使えますもんね。どっちも1000？俺1000の BK です。僕は BK の前ですけど1000ですね。俺も MPC、俺は MPC の2000。XL？ いや2000から。でも考えたら全員 MPC。そうそう、FX でも入れてましたっけ？アウトボードはなしのみ。はいはいはい。もうフロッピーがすごいたくさん入れました。確かに、もう使い方忘れ久しぶりにMPC を今マジですか3000を出したんやけど、持ってるんですか？全然分からへんと思って分からへんとか2000は難しいっすよね。どうするんですかねこれは。多分本を使うんだと思いますよ。やっぱりでもいいですよね。こう多分どっかでこう曲になる瞬間があるじゃないですか、こういうものが、あの時って楽しいな。あとそういうのをこういう風に見ることってないじゃないですか。自分で作ってていつの間にかなってるじゃないですか。はいはいはい。あ、なったなとか思うんですけど、このキャズム越えの瞬間もね、あ、曲になったみたいな。しかしリズムがやっぱすごいですね。凶暴なリズムあ、確かありましたね。やっぱちょっとハバネロポッセ感なんかありますね。出ますな。お来た。なんか見えたでもやっぱ絶対ここで見えんねんな。いいですね。いいですねやっぱ。これドラもドラがまだ聞いてくるでしょう。ドラがこれ。あとこれドラこのリズムに乗せてもいいですもんね。バン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 。4拍目でドラ。ドラ防具。あと他のネタには今のところメモくれずですね。もしかしたらこれでいくんですかね。しちゃったのかな。キックだけなんでこんなこうメタル感ある。やっぱ X。イエイ来ましたね。おお、超グライミーな。すごいぞ。なるほど、こうなるんですね。足すんじゃなくて引くんや。そうだ、グライムをサンプリングのみでね、すごい。まさかあのレコードのブラスやとは。こういう使い方だったんですね。やばい、ちゃんと入魂の1枚使いましたね。使いましたね、ちゃんと。こうやって打ち込むっていうか減らすんやね。初めて気づきました。こうドドドドドからドドドドドドとかあって、いや面白いですね、めっちゃ。全然珍しい。どうやって俺ああいうの思いつくんやろって思ってたけど、こうやって押してんのかなとバーみたいな思ったけど、減らす見えてくるんでしょうね。これとこれやなみたいなのがこういっぱいあると。いや面白いですね。クラップ。おお、この辺でガッとくるんじゃないですか。来たな。全てが今全てがもうオールスターが今点と点がつながってきてますね。いやいいですね。サンプリングこの後やりづら。いややっぱ主催者がやっぱり頑張ってもらわないと。今の完全にあれランバだ。違うスネアが入った。スネアか。しかも固めにしてね、こうグライミーなコンっていう。ちょっと今じゃあプラグイン的な。おお、めっちゃ良くなってきた。もうでもあと10分ぐらいですね。10分。戻りました。戻った。最後こうなるのかな。でマックスから作って、でもそれの作り方だったら分かるな。それはね、そうっすよね。はい、今時間を見てちょっとっていう顔しましたけど、最後ドラで終わると。いやドラ強い。ドラがあったら何とでもなる。うわこれやっぱ怖いな。最後がね、これね一言じゃないからな、ほんまに。後からやるのに見るっていうね。これ終わったら楽ですよ、コメント。逆に。まあそうですね。
でもかなりこうサンプリングミュージックとしてはトリッキーなことしてますからね、めちゃくちゃトリッキーなことしてますからね。普通はこれ素材でやるもんですか？そう、つるっとやっぱどれもつるっといってないですからね。あ、むずいですねこれ。いやむずいですね、1時間って。さあ残り5分ぐらいですよ。お溶けみましたね今。ちょっと笑ってますね。イントロ。おお、やっぱフィルターっていうのはいいですねやっぱり。あと短時間でやっぱ展開が、もう展開が結構バンバンいってますね。もう4分ぐらいですね残り。さあガンさんどうするんでしょうか。もう終わりますよ。まあでももうそうですね、もう結構できること限られてきますよ。もうあと残りはもうだからドラ入れてほしい。ドラは絶対入れてほしいですね。ドラは絶対。でもこれにハマってんの。手札を忘れるっていうことも大いにあるんですよね。やっぱこんだけ時間ないと焦りますからね。そうもう残り3分です。素材をこれ画面が見れんからやけど、こうまずつるっと取ってそこからミディですね。ミディにして、まあやっぱ弾いてんのもそうですけど、ドラムラックミディですね。やっぱそうやな。俺もドラムラックかサンプラーかわかんないですけど、ラックとか取ってライブラリーにしたの弾いたりとか。でも今ちょっと待って、ここから素材をさらに増やすのか。もう3分切ってますよ。やばいガイさんやばいガイさんドラ探してんのかもしれない。いやマジで。いやこの声ネタ、あとこの止めたとことか多分取ってんのは使えるからだと思うんですよね最後に。やばいこれも足りないんじゃないですか。そろそろちょっとオープンザドア。でも頭の中でもう俺できてるんですけどね。何それ。素材も聞いてないのに。素材聞いてないけど、どんな感じなのそれは。秘密です。40秒。なんで素材聞いてないね。無理だっていう無理だという顔を無理顔をしましたね。11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。お疲れ様です。